お世話になってます。ゆこちゃんトライです。皆さんのおかげで先日めでたく、感激を迎えることができました。ありがとうございます。60で歯周病の方はたくさんいると思うけど、60歳で歯周病を完治しました。どのように完治したのか、歯磨き方法なんですけどね、歯医者さんで歯石も取ってもらいましたけど、歯磨きだね。セルフの歯磨き方法、期間でいうと中等程度の歯周病だったのが1年で先日ね、完治のお墨付きを歯医者さんからいただきました。どのようにね歯磨きしたのかをこれからねやってみたいと思います。まず最初にやるのが歯間フロス。歯医者さんの指導のもと歯磨きもね改善したんですけど、まずあれかな、歯医者さんで見てもらって歯石どれほどの歯なのかね。歯並びが悪いんですよ。色も黒いしね、コーヒーが好きなんでね、コーヒー色に染まっていくらしいです。だからコーヒー飲んだ後は今口ゆすぐようにしてるんですけどね。で、歯並びが悪いんだから、ちょっと一番注意だけど、歯周病だった時は分かるかな、赤かったですよ。真っ赤でね、歯茎が腫れてた。今こんだけね締まってるね。で押したらね血が出てきた。歯磨きしてても血が出てきたけど、今はもうブヨブヨがなくて締まってて、おかげさまでこれが歯周病完治で、歯周病の悪いところは血管が全身につながってるのは分かります。歯周病菌がその血管を通って体中に運ばれて、たどり着いたところで歯周病菌が悪さをするらしい、ね、心臓も悪くなるしね、頭も脳もアルツハイマーとかね、いろいろなんかなるらしいけどね。まずクリニカ下からねこうやって歯の間のね食べかすをこうやってね取っていく。歯の間の食べかすをね、これはだけど寝る前というか夜だけこれはやってます。毎回やんないでね。で次に歯の間の歯間ブラシでね、こういう L 字型の奥歯用にこれ L 字型のね、ちょっとこれは LL サイズ大きい歯間ブラシ。まずこれで奥歯のね歯間ブラシでね、太めのところがね、隙間の大きいところを太めの歯間ブラシで、ね、やってます。そして今度は細め、隙間のねあまりないところにこの細いタイプね、 S3S かな、サイズが合わなければ全額相当返金なんでね、ガムこれを使ってます。これ取り出したこれで OK。 でもねこれね大体前歯はねこれはね模型はこれ隙間がないんでね、だからこれ大体隙間の細い狭いところやってます。歯間ブラシです。そして次がこれもね歯ブラシなんだけど、あるかなこれねこの L 字の歯並びの悪いところをね普通の歯ブラシではできないこれでね上の奥歯のね裏とかね後ろの方とかね、普通の歯ブラシが届かないところをこれでね上の歯とかね下の噛み合わせの悪いねとにかくね歯並びが悪いんでね、これは親を恨むしかないんだけどね。でこれが活躍。そしてこれね普通の歯ブラシだけどね、上からね縦にしたね。最初はねこれやってたんだけど、途中からね、こういうね使ったことがあったんで、一番最初にね使う、入門用として安いね1000円ぐらいだけど、オムロンのHTB213 って音波式電動歯ブラシ。そんなにねいいやつじゃない、廉価版だけどね、これね単4電池2本で動きます。スイッチでと聞こえるかな、ね、これで仕上げをねこれですごくね振動が心地よい振動というかね、これを使うようになったらこれね歯と歯茎の間はこれね汚れが小刻みに振動するんで、歯と歯茎の壁が結構ね取れるようになった。これはねしかも普通のね歯ブラシで磨くよりも
だいぶ時短になった。時間がね短縮になって、忙しい出勤前のね朝の忙しい時間とか、これでねこれからねこれに変えてだいぶというかかなり助かりました。時短になった。しかもよくね食べかすが取れるというか磨けるので、これでね最後仕上げで模型を使ってねみよう。一本一本こういうふうにしたなんから裏をね歯と歯茎の間をねこうかな、こういうペンを持つような感じでね、あんまりギュッて握んないでやってました。こうね歯と歯茎の間をねこういう感じでね、前歯なんかもね結構汚れが取れましたね。YouTube 始めて、顔出しで YouTube やってるんですけど、歯がねやっぱ汚いんで目立つんで、メジャーリーガーの吉田選手みたいなね、ああいう真っ白に本当はしたいんだけどね、お金ないんでね。あとはこういうね、あとホワイトニング成分の入ったね歯磨き粉なんかも今ね使ってます。これもね量がねほんとこんなもん、量はねこんなもん。昔はねここにいっぱい歯ブラシいっぱいにつけてたけど、今こんなもんやってます。余談ですが、こういうねこれでベロのねこれもね毎朝1回起きた時にベロの赤というかベロをねケアしてます。ということで12345で5と、5種類を使い分けてこれをね、毎食後必ず、磨くようにしまして、1年かかりましたけど、中等度の歯周病、歯肉炎歯周病完治しました。私はこれで60歳で歯周病完治です。皆さんもちゃんと磨いて歯周病とおさらばしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると今後の励みになります。これからもよろしくお願いいたします。